株式会社アンノーンの米光と申します。本日はですね、オンラインセミナーの方にご参加いただきましてありがとうございます。約1時間程度ですね、Google 広告の仕組みというところでお話の方をさせていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはですね、ちょっと自己紹介も含めてということで、こちら、株式会社アンノーンという会社なんですけれども、前職は Google の方で、約5年ほどですね、正しい Google 広告の使い方ということで、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけれども、アカウントの再構築施策であるプロジェクトハガクレ、で、その発展版である、五輪プロジェクトという施策を企画開発推進ということでやらせていただいておりました。約12年、その施策から経つわけですけれども、改めて、機能とか、自動化が推進されたりとか変わってきている中でですね、改めて、運用上重要な部分、というのを、オンラインセミナーの方で、やっていこうということで、現在の取り組みのようなことをやらせていただいております。で、活動としてはですね、代理店様からのご依頼が、かなり多くございますけれども、あとはインハウスのお客様、一部、ダイレクトで運用することもございますというところで、自己紹介についてはこの辺で、中身の方に入っていきたいなと思っております。で、今日はですね、Google 広告を前提にお話をさせていただくんですけれども、それ以外のですね、プラットフォームに関しても、基本構造は同じというところですので、Google との違い、いろいろあるわけですけれども、まずは Google をベースに考えていただければ、他のプラットフォームとの違いをですね、把握すればですね、基本的に運用方法も見えてくるかなと思いますので、Google の方をベースにお話の方をさせていただきたいと思います。広告プラットフォームの概念ということでですね、まずはそのアカウントの構造ございます。今日の話の主題はですね、このアカウント構造という部分と、パフォーマンスとのつながりというところになってきます。で、この構造の上にですね、ターゲティング、これはどこという、今現状は誰ですね、オーディエンスに対して、どういうオーディエンスに対して配信するかというところがメインかなと思います。で、次にビッティング。これは許容値といいますか、上限ですね。上限 CPC という言い方しますけれども、許容値に近いですね。いくらまで出せるのかといったところです。そして、クリエイティブ。どのようなフォーマットおよび訴求内容でアプローチするのか。で、この、我々が運用するにあたってはですね、やはりビッティング、ターゲティング、クリエイティブって、この、3つの軸、レバーですね、を操作して、運用していくわけですけれども、これを、セッティングしていくにあたって、プランニングデザインで実際に作成して入稿する部分で検証していって自動化というような流れになっているわけですけれども、Google がですね、運用型広告の5つの概念ということで、これ12年前に言ったことではあるんですけれども、一番上に書いてあるのがシンプリフィケーション。これはですね、12年前はかなりアカウント構造が、複雑化しておりましたということで、こと日本に関してはということなんですけれども、かなり極端なものであれば1キーワード1広告グループみたいな、構造っていうのがありました。これはメディア側のシステムの制限もあってですね、こういった構造にすることで、ユーザーの文字列に対して、適切な広告を見せるというセッティングをするために、そういった構造になったわけですけれども、構造上もですね、構造にから起因する運用についても、シンプルな方がいいという考え方をですね、Google はしております。で、その上に、リーチターゲティング、アド&フォーマットというところが、成り立っていて、効果計測という部分が、運用上重要だよというお話ですね。で、直近はですね、先ほどのアカウント構造、ターゲティング、ビッティングっていう、あとクリエイティブですね、っていうところがあるんですけれども、ここに関してプランニングデザインすることは変わりがないんですけれども、ここが変わった部分で、自動化の中にですね、作成であり、検証というものも入ってきているということですね。これは特にレスポンシブのフォーマットに関して言うと、想定されるアセットをですね、入れることによって、クリエイティブのパターンっていうのはシステムが作ると。で、その中で検証をして、
裁量、量、定という、評価がつくといったところで、検証も自動でなされるといった意味で言うと、過去はですね、拡張テキスト広告の時は、その見出しの並びをですね、自由に変えることができなかったためにですね、指名と指名外みたいなところで言うと、その見出しの並びを変えた形で入稿をしていたと思うんですけれども、現状はですね、その辺も、アセットが組み合わせはユーザーのクエリによってですね、非常に自動的に変わるというところもありますので、実はあまりそこを分ける意味はないんではないかという感じになってきているというところです。で、過去と現状というところで、様々な違いがあるわけですけれども、私自身が、運用型広告に携わり始めたのは2002年なんですが、その時は手動で、運用するという状況がありました。これは単価設定とかもですね、含めて、手動で行っていくと。で、今だとよくやってたなと思うんですけれども、まだ検索クエリの数とかですね、今と比べると比較にならないぐらい少なかったというところもあるので、基本的にはできてたんだと思うんですが、その検索クエリといいますか、キーワードに対するですね、ビット調整だったりとか、順位を確認しながら、このクエリは2位じゃないとダメかなみたいなところでですね、調整をしてたわけですね。で、その時っていうのはですね、運用の方針としては無駄コストカット型っていうふうに僕は呼んでますけれども、1コンバージョンあたりの単価を比較的安くするために、コンバージョンしないキーワードを止めたりとかですね、順位調整で下の方に調整したりとか、そういったことをやってたわけです。で、その延長線上で、アカウント構造に関してはですね、先ほども申し上げた通り、システムの制限で、キーワードに対する、キーワードの文字列に対する効果的な広告を作るために、極端に言うと1キーワード1広告グループのようなですね、かなり細かい、アカウント構造になっていたというところがあります。で、特にですね、完全一致キーワードの追加とかですね、そういった部分で、ユーザーの検索クエリとキーワードの合致率を高めることで、コンバージョンにつながりやすいキーワードっていうのを把握した上でですね、調整をしていくと。で、クリエイティブ面に関して言うと、キーワードインサーションを用いて、ユーザーが検索した文字列がですね、差し込まれる。今現状も使われているアカウント、ごくたまに見ますけれども、それによってですね、ユーザーがパッと広告を見たときに、私が求めている広告だと、情報だということを認識させることで、クリック率が高くなると。そういったことをやっていましたということですね。で、現状はどうなのかというとですね、12年前にやった学例、もう基本的にはこの考え方にのっとってますが、キャンペーン広告グループの分割っていうのは基本的に不要というふうに書いてますけど、これは誤解なきようということですけれども、無駄に分けないということですね。まとめればまとめるほどいいっていう形というよりは、その、葉隠れの時はですね、無駄に分けないという話をしていました。で、基本的に広告グループっていうのは1コンテンツに対して1広告グループですね。なので、同一の URL で、広告グループが細分化されているような状態っていうのは、あまり良しとされないよということですね。で、そのタイミングではですね、自動入札が、あまり活用されてない状況だったんですけれども、それはですね、自動入札がうまくいくアカウントといかないアカウントが、その当時存在してたということで、じゃあそれが発生している原因というのは何かということで探っていったときに、アカウント構造ではないかというところにたどり着いたということで、キャンペーン広告グループをできる限りまとめましょうと。それによってですね、僕自身が Google を辞めるときには、かなり大きな予算を使われているお客様のですね、約8割、9割ぐらいが、自動印刷が適用されている状態になったというところになっております。もちろん全部がうまくいったとは思わないですけれども、基本的には適用されてたという結果になっておりました。で、現状はですね、あとターゲティングの部分に関して言うと、皆さん最適化案とかで悩まれていると思いますが、マッチタイプは開放しましょうということで、
部分1からインテントマッチっていうふうに名前が変わりましたけれども、最適感はちょっと無理があるかなと思いますが、全部のキーワードをインテントマッチにしましょうと。これはアカウントの学習状況によるだろうっていうところもあるんですけれども、この開放によってですね、捕まえるクエリが広がることで、コンバージョンに至る、クエリっていうのは増えますよと。これはどちらかというと、全キーワードをマッチタイプ開放するというよりは、捕まえるクエリを広げるセッティングが必要ですよという意味合いだと僕は認識しています。なので、繁忙期、換算期でですね、部分一致だったり、部分一致だ、インテントマッチだけじゃないんですけれども、フレーズ一致が大きく暴れたりするような状況っていうのを経験された方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますので、全キーワードを別に開放する必要はないのかなと思いますが、ある程度コンバージョンにつながるクエリを捕まえられる状態を作っておきましょうねということかなと思います。で、クリエイティブ面に関してはですね、シグナルの自動調整ということで、これはエリアだったり、あとはキーワード文字列もそうなんですけれども、これはキーワードのクエリをですね、キーワードとして追加していないと、的確なキーワードに対してクエリが拡張していく状況が広がれば広がるほどですね、キーワードカスタマイザー使ったときに文字列のズレは出てきますので、ある程度カスタマイザーを使うのであれば、キーワードを追加するっていう、作業は入るわけですけれども、ある程度的確な、クリエイティブを見せることができると。で、シグナルによってですね、それを変えることができますよということなので、過去みたいにですね、広告ループを細分化しなくとも、ユーザーのクエリに基づいた、広告文を見せることができるようになっていると。で、これはやはり自動化による全体最適型というふうに僕は呼んでますけれども、で、この2つの概念の間にですね、やはり矛盾した部分というのが、存在していて、細分化だったり、このクリエイティブの部分というのは、つながっているわけですけど、過去で言うとですね。これは予測値ですね。この後説明しますけれども、予測クリック率だったり、予測コンバージョンレートっていうのが、ボリュームがですね、一個一個がちっちゃくなってしまうと。で、それによる精度低下が起きてしまうと、要は CTR だったり CVR のブレが大きくなってしまいますよということですね。で、このキーワードの部分だったり、上限入札単価の部分でいくと、これはオークション機械の損失につながりますよということで、機械学習による改善とですね、これは矛盾する部分になってきますと。ここが、うまくいかないポイント。過去の概念に従って、もし今自動化を使っている方がいらっしゃるとするならば、そういうアカウントがあるとするならば、ここが機械学習と矛盾する部分ですよというお話です。で、これはディスプレイに関しても同じですね。内容は細かく説明しませんが、過去であれば無駄コストカット型、現状であればですね、自動化による全体最適型というところでの違いがあるかなと思います。で、ここもですね、矛盾する部分、若干サーチと違いますけれども、矛盾する部分があるんではないかなと思います。で、ここは検索に関して記載してますけれども、自動化が前提となった運用業務プロセスっていうところですね、表にしています。で、個人的な解釈ですけれども、作成管理、最適化、分析、予測、改善ということで、この各々のレバーに関してですね、かなり簡素化した作業にしてますけれども、3つのレバーに関して記載をしています。で、その要所要所にですね、この緑色の部分、機械学習とか最適化っていう部分、システムが関わってくるということですね。はい。で、よくその自動化になった場合に代理店の役割って何だみたいな話ってあると思うんですけれども、この各々のですね、業務をカテゴライズすると、これは初期値の設定と管理ですね。で、機械学習が入ってきて、課題点の抽出。で、これ最適化はシステムが課題点をですね、読み取るわけですけれども、ここと合わせて改善施策を実施していくという流れになっているのではないかなと思います。で、自動化っていうのは非常に、便利なわけですけれども、だからこそ出てくるデメリットみたいなものもですね、存在するのかなと思っていて、これは今回の参加者のですね、事前のご質問にもありましたけれども、
クリエイティブ作成だったり、検証の方法っていうのを教えてほしいという、話がありましたけれども、この作成の部分っていうのはですね、非常に問題になりやすい。レスポンシブで、アセットを入れればですね、調整してくれるっていう部分が、ネックになっているのかもしれませんけれども、作成手法の統一っていうのはなかなか困難な部分ですよねと。で、加えて、これは検索ディスプレイ情報だと思いますけれども、自動化されているがゆえにですね、最適化の適用の根拠っていうのも、あんまり明示されてないということで、説明が困難だったりしますと。またですね、その良化、悪化の要因の把握と、対応施策の統一っていうのがなかなか難しいというところですね。全キーワードマッチタイプ、インテントマッチにしろとか、本当かっていう話はありますけれども、そういった部分でちょっと懐疑心が発生したりとかする部分もありますので、そういったところも含めてですね、なかなか適用の際の根拠っていうのは乏しいなというところがあります。で、あとはですね、これは検索に関してですけども、品質スコアとそのコンポーネントの評価から改善施策への落とし込みのプロセスっていうのは明示されているものは極めて少ない、という部分なんですけれども、これは過去からそうですね、この品質スコア、なんとなくそのキーとなる文字列入れればいいのかな、みたいなところがあると思うんですけれども、じゃあこのコンポーネントの評価ということで3つに細分化されているものの、この各々のどう活かしていいのかみたいなところがですね、特に明示されているわけではないということで言うと、この細分化された評価って何だっけっていう話に、なるんじゃないのかなというところですね。こういった部分で、問題も、少なくないというところです。で、ここからですね、検索広告の仕組みというところで中身入っていくわけなんですけれども、皆さんもご存知、バイトって検索した場合、あとバイトスペース、東京都スペース時給1200円って検索した場合っていうのは検索結果が異なりますということですね。で、これは何で起こるのかということなんですけれども、これはラリー・ペイジが言ってた言葉ですが、完璧な検索エンジンとは、ユーザーの意図を正確に把握し、ユーザーのニーズにぴったり一致するものを返すエンジンであるということですね。で、このぴったり一致するっていうのを Google っていうのは、どういうふうに実現しているかというと、その入れてる文字列ですね。これGoogle っていうのはグローバルで展開しているサービスですけれども、このいろんな言語が異なるものの、これ PC とかモバイルで認識されるときはですね、16進数、数字とアルファベットの羅列に変換されるわけですね。なので、結局ぴったり一致するということはですね、どういう言語であれ、送信されたそのアルファベットと数字の文字列自体がですね、一致するものを優先すれば良いという考え方なのだというふうに考えています。そういった部分で、この先ほどの結果がですね、変わってくる。で、ちょっと広告に関してはですね、若干異なると言いますか、同じような概念でやりつつも、広告ランクというものが関わってくるわけなんですけれども、その前にですね、自動化の話、自動化が前提となった運用のお話ということで、機械学習のですね、お話をちょっとしておくと、誤解されている方はあんまりいないと思いますけれども、機械学習においてですね、重要なポイントは2つありますということで、1つ目はですね、いいデータと悪いデータが必要であるということですね。統計的な優位さっていう言葉自体は、今現状はある程度標準、業界的に標準的な言葉になってきていると思いますけれども、学園始めたときはですね、この言葉はなかったんですね。なので、やっとそういう統計学的な考え方が、浸透してきたのかなと思うんですけれども、代理店の中で優位差検定をやっている代理店はありましたけれども、なかなか業界的に標準的な言葉として認識されてなかったように思います。で、これは何かというとですね、いいものと悪いものとの差分が明確に見えているかどうかっていうことですね。統計的にっていうのは、ボリューム、ちゃんとしたボリュームがあって、この一番いいものと悪いものとの差分っていうのが明確に見えているかっていうと。そのためにいいデータと悪いデータが必要ですよということです。で、もう一つはですね、初期値は人間が与えなければならないということで、このアカウントの運用に際してということで言いますと、このターゲティング、ビッティング、クリエイティブっていうこの3つのレバーに対して、初期値っていうのはですね、運用者である我々が、まずはセッティングしなきゃいけないということですね。
で、機械学習で、配信がされた後にですね、その結果を持って、データ分析をして、次の処置ですね、を、入力していくということが、必要ですよということです。なので PDCA という言葉ありますけれども、その P の部分、DC の部分がもう包含されちゃっているというか、機械学習で回ってますよということですね。なので、P と A しかなくなっちゃったみたいな感じになってますけれども、それが機械学習的に正しく回るかどうかっていうのは、統計的な優位さがあるから、正しい結果が導き出されますよというお話になってきますということです。はい。で、この統計的優位さのお話なんですけれども、よくあるパターンとしては、そのクリエイティブの本数ですね。広告グループに対してかなり本数入れられているアカウントをごくたまに拝見しますけれども、これ意外と中身見てみると、あんまり表示回数の差もなければ、CTR の差もないという状況がよく見当たります。これは本数が入っているだけで、その各々に統計的な優位さがないということですね。で、これは何かの検証になるのかなということなんですよね。この統計的な優位さがちゃんと明確になるために必要なボリュームっていうものもありますし、基本的にシステムがですね、このクリエイティブを配信しなきゃダメだっていうふうに認識をするということは、いいものと悪いものとの差が明確に出てるからこそ、その認識ができるわけであって、この左側の状態ですね。だと、これは、どれ配信してもあんま変わんないんじゃないのっていうことで均等になっちゃうということですね。なので、入れるものがものすごく重要になってきますよということと、本数を入れすぎることで、やはりオークションへの参加機会っていうのが、明確な差がなければほぼ均等に割り振られるわけで、だからこそ表示回数が均等になる。で、これ CTR に大した差もないっていう話になってくると、システムがどれを配信していいのか分かってないということになってくるので、あまりそのやり方自体はですね、よろしくないということになってきますということです。で、Google のですね、この広告配信の仕方、今現状はそのクリエイティブに関して最適化配信っていうのがデフォルトになっていると思いますけれども、これは AB テスト、AB テストの手法になるんですけれども、そもそも均等暗分テストっていうのは、複数存在するものに対して均等に機会を与えるんですね。で、その結果、どれが良かったかを、決めるやり方です。で、この一方、ちょっと聞き慣れないかもしれませんけれども、ターンバンディットテストっていうのは、まずは均等に機会を与えて、結果が良かったものに機会を多く与えるですね。で、ロスが少なくて統計的有意差が出るまでの期間が短いという特徴があります。要はパフォーマンスが良かったものにオークションに参加する機会を多く与える。なので、良かったものっていうのはぐいぐい伸びますし、悪かったものとの差も明確に見えるということで、統計的な有意差が出るまでの期間が短いという形になりますので、Google が、採用している手法っていうのは、ターンバンディットテストという部分になってきます。なので、なおさらですけれども、先ほどの均等に表示回数が出てる、ほぼほぼね。で、かつ CTR に差がないっていうのは、このテスト結果にそぐわないですね。なので、あまりクリエイティブ入れ、本数入れてもですね、意味がないということになってきます。ということです。はい。で、よく広告主様のご依頼でですね、いろんな要望あると思いますので、キャンペーン、広告グループ分割してそれを実現しましょうかというお話あるんですけれども、やはりこの時にちょっと一歩踏みとどまってですね、考えなきゃいけないことは、キャンペーン広告グループを分割することでですね、やはり各々のボリュームが減少して、予測クリック率、予測コンバージョンレートの算出精度が低下するっていうリスクをですね、やはり考えなきゃいけないと。で、いいものと悪いものをですね、分けるっていう話になっちゃうと、なおさら、配信だったり入札の精度っていうのは鈍化しますので、これ合算したら、
前と一緒でしょっていうふうに思っている方いると思いますけれども、一緒にならないですね、基本的にはね。クリックコストに対するページ最上部表示割合が低下します。でそうするとクリック単価が上昇しますと。CTR 下がりますので、CPC のディスカウントが、ちっちゃくなるとですね。で仮に、クリック率は維持できたとしてもですね、コンバージョン率は低下します。でその結果、コンバージョン数は減少して、コンバージョン単価は上昇しますということで、分ける前とですね、分ける前後で、足し上げても一緒にならない、パフォーマンスが悪化するということは、これまでも多々、発生してますので、分ける前にですね、分けずに、その広告主様のご要望を実現できる手段はないかなというのをですね、一歩、踏みとどまって、ちょっと考える必要があります。良かれと思ってやってることなんですけれども、これがパフォーマンス悪化になってはですね、逆に運用上苦しい状況になっちゃいますので、こういった部分が考慮する必要があるのかなと思います。はい。で、基本的な部分になりますが、広告ランクというところを改めて、説明しておきたいなと思います。広告ランクに関してはですね、これは過去から非常に誤解が多い部分なんですけれども、クオリティスコアと MaxCPC とは広告表示オプション、が加味されてますよというふうに説明されてきましたので、クオリティスコア、例えば7とかですね、6とか、そういったものがアドランクの計算に使われているんだというふうに思われる方いらっしゃいますけれども、実際はですね、違うというところ、後ほど説明したいと思います。検索クエリに関連する広告をオークション、要はバイトっていうものに対していろんな広告が存在するわけですけれども、皆さんが見るとき、目にするときはですね、順番が決まっているわけです。で、この広告ランクの役割、4つあります。1個目がですね、資格判定ですね。検索クエリに対して自身の広告がオークションへの参加資格があるかどうかを判断します。そもそも広告主様に多いんだと思いますけれども、ここら辺が把握されてない方いらっしゃると思うんですが、要は運用型広告をやってればですね、検索したら必ず出るはずだというふうに思われている方いらっしゃると思うんですけれども、実際にはそうではありません。インプレッションシェアとかのデータを皆さん見られていると思いますので、すべての検索ポテンシャルに対して 100% 出ている。これ指名とかだったらともかくですけれども、100% 出てるわけじゃないということですね。で、2個目がですね、掲載順位。これは有名なお話ですね。広告ランクが高ければ高いほど掲載順位は上部になりますよ。で、もう一つが上部への表示権。これトップスロットという言い方しますけれども、広告ランクの高い広告だけが検索結果上部に表示される権利を持つと。要はトップスロットに入るための敷地がありますよということですね。なので、順番が4番目だったので、必ずトップスロットに入るということではなくて、トップスロットに入るための敷地というものが設けられていますよと。これもおそらく自動計算されているんだと思いますけれども、そういったものが存在してますよということです。で、最後はですね、減額特典ということで、広告ランクが高ければ高いほど上限クリック単価に対する減額特典が大きくなりますよということで、自動入札なんで、ターゲット CPA を設定したいですね、ターゲットロアスを設定して、そこから算出される MaxCPC、これに対して、必ずディスカウントがされるようになっていますということです。で、これは広告ランクが高ければ高いほどその幅が大きくなるということですので、そういった減額特典がありますよという、質が高ければ高いほど安く、掲載できますよという意味合いです。はい。で、この広告ランクっていうのをですね、ちゃんと紐解いていきましょうということで、図式化しますと、広告ランクっていうのは、広告の予測された CTR。これは皆さんが管理画面上で見るときにはですね、estimated、要は推定クリック率ですね。っていう表現になっているかと思います。皆さんが見られるときはキーワードレベルのってことなので、ここに当たるわけです。キーワード PCTR のところに当たるわけですけれども、広告に、実際のところはですね、広告に対する予測された CTR というのを Google としては保持しています。データとして。で、アドレレバンス。要は広告の関連性ですね。で、ランニングページの利便性。で、これが、総じてですね、広告の質に関わるものであると
いうことで、この3つの要素が加味されてますよと。で、もともとこの広告の関連性とランディングページの利便性というのは、後々加味されるようになったものです。記憶が正しければ2009年ぐらいから加味されるようになったものなので、もともとはですね、この広告の予測 CTR、これが元になってましたよということですね。で、そこに MaxCPC、いくらまで出せますかっていうところを、掛け合わせて広告ランクっていうものが成り立っていますと。まあ、シンプルに言うと広告の質とお金が掛け合わされて、アドランクっていうのが計算されてますということです。で、この広告の質の部分をさらに細分化していくとですね、レスポンシブサーチアーズ、この見出し説明文、あと表示 URL とかですね、そういった部分と、アドエクステンション、この、アドをエクステンドする要素という意味合いですね。これがアドエクステンションです。広告表示オプションと言われるやつですね。で、この2つによって、この CTR というのは構成されてますよということなんですけれども、皆さんが管理画面上で見るクオリティスコアっていうのはですね、このアドエクステンションだったりとか、あとは掲載位置によってできる増分 CTR ですね。要は1位に掲載されたり、2位に掲載されて、かなりトップの方に掲載されて、そのために増えたよねっていう CTR。こういったものっていうのは、クオリティスコア上ではですね、正規化、ノーマライズされています。要はそうじゃないと、文字列における課題っていうのがですね、ちゃんと見えないということで、データ見ていくとですね、ちゃんと正規化されているかどうかっていうと、ちょっと怪しい部分もあるんですけれども、基本的には、文字列における課題点を見出すために、この掲載順位だったり、広告表示オプションによって生じる増分 CTR っていうのを、正規化してますよということですね。なので、クオリティスコアを分解というか、クオリティスコアを分析することで、広告のその見出し説明文における課題、そういった意味で言うと、見出しが9割って言われているので、特に見出しの工夫っていうところにフォーカスされた方がいいと思うんですが、そういったところの課題が見つかるよというお話です。で、クオリティスコアっていうのはですね、オークション時の広告ランクの算出には使用されません。若干今ヘルプの書き方変わってるかもしれませんが、この文言自体はですね、まだ残ってるかなと思います。はい。で、これもですね、クオリティスコアに対するよくある誤解ということで説明をしておきますが、極端な例ですけども、バイト部分、インテントマッチのバイトっていうキーワードが1個入ってますと。そうすると、検索クエリとしてはですね、バイトとかバイトスペース東京とバイトスペース東京とスペース1200円。これ、おのおの捕まえることができますよねと。で、バイトっていうキーワードに対する品質スコアが7ですという場合にですね、これ品質スコアがこの捕まえてきたキーワードに紐づくもんだというふうに誤解されている方いらっしゃるんですけれども、そうではありませんよということですね。このクエリに対しても7が用いられるのということなんですけれども、実際にはそうではなくて、広告が出るときっていうのは、広告の予測 CTR が各々クエリに対して、計算されますよということですね。で、これは実際に予測 CTR なので目に見えないわけですけれども、各々計算されたとします。で、その結果というのは、このバイトスペース東京都だったり、バイトスペース東京都スペース1200円っていうのをクエリからキーワードとして登録して初めて品質スコアとして4でした、2でしたっていうのが確認できますよというお話なんですね。なので、これ捕まえてきたキーワードの品質スコアが適用されるわけではないっていうと、この文字列に対する広告の効果っていうものを品質スコアとして確認するんだったら、クエリをちゃんとキーワードとして登録しない限りは確認できませんよ。先ほど申し上げた通り、その掲載順位だったり、広告表示オプションによる増分 CTR というのをノーマライズした形で、この文字列に対する現状の広告がどういう評価なのかっていうのは、このクエリをキーワードとして登録しない限りは確認できませんよというお話です。はい。このようにちょっと細かく書いてますけれども、皆さんが確認しているキーワードレベルの広告クオリティスコアっていうのはですね、この広告とクエリレベルで保持しているデータを、そのキーワードレベルで、そのキーワードの文字列に対してってことですね、これは。
捕まえてきたクエリのデータとかすべてガッチャンコしてるっていうふうに誤解されている方いますけれども、そうじゃないです。キーワードの文字列で検索されたときに、この広告自体が、どういうふうな評価なのかっていうのをですね、クオリティスコアっていうのは細分化して出してくれていると。だからこそ、その文字列に対してのクオリティスコアが確認できるからこそ、広告に対して、改善を文字列レベルで加えることができますよね、というお話です。はい。この辺は先ほど説明した内容なので、ちょっと割愛しましょうかね。はい。で、このコンポーネント、細分化されたですね、細分化された評価ですね。品質スコアのコンポーネントの評価。この推定クリック率、広告の関連性、ランディングページの利便性。なので、これはそもそも広告の質として加味されていた部分っていうのをキーワードレベルで細分化して表示しているというところになってきます。で、品質スコアに対する評価ということで言うとですね、この未評価っていうのは検索ボリュームが少ないよということですね。こう評価に値しないということで、この表示になっていると。で、1とか2っていうのはこう品質スコアが低いっていう評価になってきます。で、3、4、5っていうのは大体推定入札金額。これファーストページビットを下回ってますよということですね。で、6以上でもですね、この推定入札金額、ファーストページビットを下回るっていう表示になることがありますけれども、これは広告の質は悪くないけれども、入札金額が低いと。要はガチガチに CPA を、安くしたいお客様からの指定で、これファーストページビット下回ってんだと。広告の評価悪くないんだけどなというパターン、ごくたまに発生します。そういった場合にこの表示になることがあるということですね。なので、基本的に平均を下回る部分っていうのに対して広告の質の改善が必要というところになってきます。で、それでいてですね、ここは、先ほど申し上げた通り、推定クリック率っていう部分がですね、やはり評価に入っている以上は、過去からのデータの蓄積によるものなので、ここを書き換えるってそうそう簡単じゃないですね。直近の値に重み付けはされているとは思いますけれども、大きく改善しないとですね、やはりここ書き換わらないですね。例えば、5を6にするのと、1を6にするっていうのは、1を6にする方が本当は多分楽なんだと思います。1とか2っていうのはですね、要は A 社を検索しているのに B 社の広告が出るぐらいずれてるっていう話なので、ある程度そのニーズに合う広告に変えることができれば、ぴょんと上がるんですね。なんですけれども、5を6にするとか、6を7にするっていうのは、これ結構時間がかかる話だと思います。なので、広告を変えてですね、すぐ評価が変わらないということで、広告の改善を諦めてしまう運用者の方もしかしたらいるかもしれませんが、これはそうそう簡単っていうか、期間的にもですね、内容的にも、そうそう簡単に書き換わるものじゃないという認識をしながら、進めていかないと、改善が進まなくなってきますので、そこは注意が必要かなというふうに思います。もちろんですね、改善を加えたら、これ CPC に即効いてきます。ただ、これ品質スコアで評価しようとしているから、そこは時間がかかりますよというお話です。はい。で、もう一個ですね、運用するにあたって、自動化だからこそということになってきますけれども、そもそもの仕組みのお話として、外部から見てるとですね、ユーザーが入力した検索クエリに、運用者である我々が、入稿したキーワードが照合されて、それに合致して、ほぼほぼ合致して、広告クリエイティブが出るというふうに認識されていると思います。だからこそ、そのキーワード主体の運用ですね。キーワードに対して入札金額を決めたいし、そのキーワードに対して広告、親和性の高い広告をセッティングしたいというお話になると思うんですけれども、実際に Google Ads の処理っていうのはですね、検索エに対して広告クリエイティブが反応して、その結果をですね、文字列が近しいターゲットキーワードに返すっていう処理をしています。じゃないとですね、0.4秒で皆さんに広告を見せることができないですね。なので、こういう仕組みでやってるとなると、これはですね、クリエイティブ主体の運用にしないと、難しいよというお話です。で、実際の処理はですね、こっちの下の方です。
なので、まあもうオートターゲティングでキーワードというよりはクエリの方になってくるわけですけれども、なおさらこのクリエイティブ主体の運用が必要になってきますというお話です。はい。で、インプレッションシェアも皆さん日々見られていると思います。で、このインプレッションシェアに関してはですね、このオークションの仕組みということでお話をしておきたいんですけれども、ユーザーが検索した後ですね、何が起こっているかということです。ここから1番から5番までありますけど、これが大体 0.4 秒ぐらいということですね。で、インプレッションの発生、これユーザーの検索です。で、この時にですね、キャンペーンおよび広告グループの選定をしています。どのキャンペーン、どの広告グループから広告を出すかということを選定するということですね、まず。で、この時に費用算の不足があった場合っていうのは、ここでオークションが終了しますということです。で、これはアドランクによる参加制限があった場合も、ここで終了しますということですね。で、次に予測クリック率の算出をして、オークションへの参加と、広告ランクを算出して、競合他社との間でどっちが高いかというところで、掲載順位が決まるという話です。なので、その各々ですね、広告ランクによる、広告ランクが低いという理由で、オークションが要所要所に止まるということですね。なので、広告ランクをですね、やはり日常的に上げていく努力みたいなのが、基本は運用上必要というお話になってきます。で、ディスプレイもですね、基本的にはステップは一緒です。で、これも12年前に申し上げているわけですけれども、ディスプレイの場合はですね、検索みたいに、ユーザーが入力するインテントが非常に強い文字列というものが存在していないので、要は、アカウントがですね、お呼びがかかるわけですね。広告出しませんかと。で、その時集まってくる、オークション会場に集まってくるアカウントっていうのは1000とか2000とか集まってくるわけですね。で、その時に、でも出る広告自体は1個なので、どんどん足切りしていかなきゃいけないっていう話になってきます。で、これ過去あったんですけれども、表示枠サイズのバナーの欠如と書いてますが、バナーとですね、その当時はレスポンシブの前のテキストフォーマットだったんですけれども、そのテキストフォーマットとバナーを分けるとかですね、バナーのサイズによって広告グループを分けるっていう運用がですね、その当時あったわけですね。で、そういうことをやってしまうとどうなるかというと、キャンペーン広告グループの選定の時にはですね、その表示枠サイズのバナーがあるかどうかを見てないんですね。で、蓋開けてみたら、サイズのバナーねえなということで、そうするとオークションに負けたってことになるんですね。これウィンレートっていう言い方をしますけれども、で、その負けがかさんじゃうとですね、そのキャンペーン広告グループっていうのにお呼びがかからなくなる。結果ですね、あんまりパフォーマンスの良くない枠からしかお呼びがかからないということが多くなってしまって、Google のディスプレイパフォーマンス悪いねというお話になってしまったというのがあって、その時の問題点はこのバナーのフォーマットだったりサイズで、広告グループを分けると。そういう運用手法だったというお話です。今現状はほぼほぼないと思いますけれども、レスポンシブと推奨の、バナーサイズがしっかり入っている、状況だと思いますけれども、これもですね、キャンペーン広告グループ細分化してしまったりとかするとですね、ボリュームの問題も出てきますし、基本的には広告 ID ですね。それとトリガーとなっているターゲットのレベルで、予測 CTR、予測 CVR というのはデータが溜まっていきますので、細分化していいことなんてないわけですね。はい。これはもうオークションの仕組みに依存するお話ですよというお話です。はい。ビデオも、仕組みとしてはですね、ディスプレイと同じ仕組みを利用してますので、基本構造は同じだというふうに考えてください。で、直近ですね、やはり重要なのは、このシグナルを見て、オークションを識別しているということです。ユーザーが入れている文字列に、固執する運用者の方いますけれども、これ、重要ではあります。文字列自体もですね、重要ではあるんですけれども、検索広告におけるそのシグナルっていうのはですね、約700種類。要はユーザーがですね、入力しているのは文字列ですけれども、Google に送信されているデータはですね、約700種類ありますので、その700種類のシグナルが背後にあって、コンバージョンしているユーザーのシグナルは何なのか、そういったものを分析していますということですね。で、そのうちの一つが文字列であると
いうことです。で、これディスプレイとかビデオにあたってはですね、あの、約7000は、検索みたいに、検索の文字列みたいに強いインテントを示すデータっていうのがないので、ユーザーがですね、回遊したデータをもとにですね、約7000のシグナルが分析されていますという形になります。はい。で、現状はですね、やはり、今後のトレンドとしてっていうことなんですけれど、今後のトレンドというか、今現状非常に重要なポイントかなと思うんですけれども、カスタマーマッチだったりとかですね、オフラインのコンバージョンデータとか、そういったものをこうアップロードするっていう施策があると思いますけれども、やっぱり広告を出そうと思ったら、どんだけでもこう配信ボリューム出せると思うんですよね。これ検索はともかく、ディスプレイとかをパフォーマンスディスプレイやろうとするとですね、これボリュームが非常に大きいので、その中でどうこのターゲティング精度を高めていくかっていうのは非常に重要な要素になってくると思います。で、そういう部分でですね、クリエイティブをいろいろ検証していくっていうのは、他のこうプラットフォームの関係もあってやられている方いらっしゃると思うんですけれども、大体がこう投入するクリエイティブが多すぎて、何の要素が良かったかわからないっていう状況になっていると思うんですね。で、僕はどちらかというと、このユーザーシグナル、これ目には見えないですけれども、目には見えないからこそ、どういうターゲットにまず広告配信をしていくかっていうセッティングの部分。で、加えて、セッティングをしっかりした上で、それを濃くしていく。シグナルを濃くしていく。で、その学習するシグナルをですね、濃くしていく動き。これはカスタマーマッチですね。そういったものをこう登録して、学習するシグナルの内容をですね、濃くしていくっていうのが、非常に重要なんではないかなというふうに思います。特に検索じゃなくてディスプレイの方ですね。ビデオとかもそうです。で、直近のディスプレイとか、ビデオ、VAC もそうですね。で、あと PMAX もそうですけれども、ベーススタートするときは、検索広告のシグナルを学習して始まってますので、ある程度、ローコストからこう始めて、パフォーマンスを見ながら予算を増やしていくことで、極力 CPA を上げずにですね、運用できるような設計になってます。なので、難しいのは、伸びていくのに対して予算をですね、やはりちょっとじわじわ増やしていかなきゃいけないっていうところだったりとか、その増やし方の問題だったりとか、するわけですけれども、その7000のこうシグナルとですね、あと検索ほど強いシグナルがないので、検索広告のシグナルを事前学習して始まってますよと。で、加えてですね、配信ボリュームがやっぱりそれでも多いので、大きいので、その学習するシグナルをちゃんと定義づけをしてあげるとかですね、その内容を濃くしてあげるっていう動きがですね、パフォーマンスを高める動きになるのかなと思います。はい。で、最後にですね、こう自動印刷のお話です。これ予測 CTR もそうですけれども、これインプがこう安定しないとかっていう課題感を書かれてた方いましたけれども、これはやはりターゲットの問題もあるかもしれませんが、あとは予測 CTR の部分ですね。そこにもこう安定性っていうのは、こう中身見てないので何とも言いませんけれども、やはりボリュームが細分化されているとですね、なかなか安定性がないというところになってきますけれども、自動印刷の調整方法に関してもかなり多くの質問がありました。で、この自動印刷が安定しない理由っていうのはですね、もうここに尽きると思います。この予測 CVR ですね。この値が安定しないと、この自動印刷の動きっていうのは安定しないということです。広告とクエリの実績 CVR に対して、先ほど申し上げたユーザーのシグナルに基づく CVR 調整ということなので、これこそボリュームを持ってですね、コンバージョンするユーザーのシグナルに共通するものが何かっていうことが見えてれば見えてるほど、この増分 CTR の調整っていうのがうまくいくので、的確な上限 CPC でコンバージョン取れやすい、コンバージョンの角度が高いオークションに対して適切な上限 CPC で突っ込むことができる。そういった部分かなというふうに思います。そもそもこの自動印刷何やってるのかっていう話なんですけれども、アカウント上で、発生したですね、過去のコンバージョンデータでセッティングした CPA ですね。これに該当するコンバージョンデータをピックアップしてきてですね、
モデリングしていると。で、設定した内容に対して学習をさせて、これ学習中の期間何やってるかというと、AB テストやってます。どういうオプションに突っ込めばいいかというのを AB テストしてるんですね。なので、学習中に触らないでくださいというのはそういう意味合いなんですけども、学習がリセットされますということなので、そういう意味でいじらないでくださいなんですが、この、設定する目標値もですね、やはり、設定する直近の CPA と大きく乖離が発生してしまうと、実際の予測 CVR とですね、実績の CVR の大きな乖離が生まれてしまうので、設定当初からうまくいかないというところがあるので、乖離がある場合、目標値とですね、実績値に乖離がある場合は、徐々にその乖離を埋めていく動きが必要になりますよというのと、あと直近2週間のコンバージョンレートにはですね、重み付けがされています。なので、14日間のですね、CVR が比較的安定している状態で適用しましょうねというのが必要になってきますし、ほとんど今適用されている、自動印刷に入ってますっていう話だと思いますので、特にブラックアウトコントロールですね。要はその2週間以内で、例えばコンバージョンタグのデータが欠けちゃったとかですね、コンバージョンデータが欠損しているとか、何かしらちょっとサイトの不具合でコンバージョンデータが欠損しているとかですね、そういった場合だったり、あとは運用上のちょっと不備があって、CVR にちょっと変動が起きてしまったというような場合っていうのは、このブラックアウトコントロールで、そのタイミングのコンバージョンデータを加味しないっていうセッティングができます。そういったところでですね、このブレを極力なくしていくような動きをしていただくことで安定化してきますよというお話です。で、あとはですね、今までの自動印刷の発展上ですね、拡張クイック単価、目標コンバージョン単価、コンバージョン数の最大化ということで、過去は3つあったわけですけれども、しれっとちょっと概念の変更ということで、今現状はコンバージョン数の最大化がメインの戦略ですよということで、目標コンバージョン単価に関してはオプショナルでセッティングできますよというお話なんですね。なので、Google としてはコンバージョン数の最大化を推奨したいと。コンバージョン値の最大化もそうですね。推奨したいということなんです。で、ただ、皆さんの印象としてですね、コンバージョン数の最大化で件数最大化するためにとんでもない CPC で突っ込むだろうっていう印象あると思います。僕もそうでした。で、特に競合名とかでやるとですね、CPA3 万で設定してるのに3万で突っ込むとかですね、過去はあったんですね。なので、そういった要は、ハドランクが悪くなるようなキーワードに関しては注意が必要なんですけれども、このコンバージョン数の最大化っていうのは、基本的に CPA 度外視で動く、そもそも戦略ではなくて、プラス20%で件数を伸ばせる余地を伸ばしていく、余地を見つけて伸ばしていくっていう戦略なので、そこまで度が外れた CPA で取りに行く戦略ではないんですね。で、直近我々がやっている中で、分析した結果ということで、ここ記載しているんですけれども、目標コンバージョン単価戦略でやってるとですね、上限クリック単価の制約がある。で、比較的クリック単価が低いオプションで上位に掲載して CV 獲得してくるので、この辺がコンバージョン値でやりましょうって言ってる理由だったりすると思うんですけれども、やはりシグナルとかですね、コンバージョン角度みたいな感じの感覚で言うと、やはり申し込み直前のお客様っていうのは結構アクティブですよね。で、それでいて、いろんな会社がターゲットしたくなる、そういったアクティビティが高いユーザーだと思いますので、やはりどうしても単価は高くなると思うんですね。でもそのお客様の一件の方が制約率は高いんじゃないかということですね。はい。こういった部分もありますので、目標コンバージョン単価でなかなか伸び悩んでるとかですね、競合他社の入札になかなか打ち勝てないといった場合は、コンバージョン最大化に切り替えることでパフォーマンスが変わる可能性がありますというふうに考えています。で、買い方がなかなかちょっと怖いとかですね、そういった部分は、別途ご相談いただければなというふうに思っています。はい。というところで、19時ですかね。約1時間ということになってますので、アカウント構造のところに関してはですね、ちょっとサマライズでお伝えしましょう。
シンプルに答えから言うとですね、レスポンシブのフォーマットっていうのはですね、フルファネルフォーマットなんですよね。なので、かなり極論で言います。広告主様の事情とかですね、ビジネス上の、要件とかをちょっと無視して言うと、検索キャンペーンっていうのはもうほぼ1個でいいっていうお話ですね。はい。レスポンシブであれば、社名とか、社名外で入れてた要素っていうのも、一緒くたに入ることになると思います。で、よく位置を固定してやられてるアカウント見ますけれども、それがいらなくするためのフォーマットなんですね。レスポンシブっていうのは。なので、基本的には、アセット間でですね、ちゃんとパフォーマンスの差が出るものを厳選して15個入れる。で、低評価がついたものを差し替える。そういった形のことをやっていくっていう前提で、キャンペーンっていうのは1個で良いと思います。はい。これは同じランディングページに到達する前提はありますけれども、じゃなくてもですね、広告グループを分ければいいだけですので、キャンペーンは1個でいいかなと思います。はい。で、ディスプレイもしくはデマンドジェネレーションに関してもですね、基本的にはキャンペーンは1個で良いというところですね。今まで診断した中で、ターゲティングによってクリエイティブを細かく分けているのをあんまり見たことありませんというところもあるので、基本同じクリエイティブが入っている前提ですけれども、どちらかというと先ほど申し上げたカスタマーマッチとかですね、そういったシグナルを濃くするためのターゲティングっていうのは絶対必要かなというふうに思っています。はい。ただですね、これはもうキャンペーンとかどういうふうに考えればいいかって話なんですけども、もうサイトのディレクトリに従ってください。これはもう12年前から言ってますけれども、キャンペーン、様々なデータっていうのはキャンペーンの回数にたまるものが一番重要だというふうに思っていますので、アカウントですよ。アカウントの上のデータっていうのはですね、キャンペーンが一番優先されると思います。参照されるデータ、アカウント全体見ますけれども、キャンペーンに溜まっているデータっていうのが一番優先されると思いますので、このキャンペーンの作り方っていうのが一番重要かなと思いますけれども、さっきのお話で言うと、もうキャンペーン、各プロダクトで1個でいいと思います。で、広告グループっていうのは、この1コンテンツ1ターゲティングで1アドグループ。クリエイティブがですね、同じ場合で、かつコンテンツが一緒であれば、もうこれはもう一つの広告グループで良いです。で、ただディスプレイの場合はですね、あんまないと思いますが、コンテンツターゲティングとオーディエンスターゲティングは併存できませんので、そこだけご注意くださいということですね。はい。で、今日の話のポイントまとめてます。アカウント構造についてはですね、これは各プロダクト共通だと思っていただいていいんですけれども、ランディングページとクリエイティブ軸に無駄に分けないでくださいと。レスポンシブが出たんで、なおさらですね。で、ターゲティングに関してはパフォーマンスにつながるシグナルを集めることにフォーカスした方が良いと思います。シグナルを濃くすることですね。どういうユーザーが欲しいかっていうことをですね、登録することで機械学習の内容にも変化が発生しますので、そういった部分にフォーカスしてくださいというお話です。で、あと、ビッティング&バジェットに関してはですね、コンバージョン最大化戦略の活用による CPA のコントロール。ここはちょっとテクニカルな部分ではあるんですけども、これは可能です。で、それによってですね、競合他社の入札に対応しやすくなるっていう、メリットもありますので、はい。その辺が、伸ばすキーかなというふうに思います。で、あと、クリエイティブに関してはですね、統計的優位差の出るボリュームとアセットの追加と、むやみやたらに差の出ないアセットを入れないというところがポイントかなと思います。はい。以上が、本日のセミナーの内容となっております。